皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座で指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が相手の方のね、先手番でのね、早々の角交換から交換型の、力戦形に進んでいきました。中盤非常に難しかったんですが、王様の硬さ、囲いの差がね、形勢のね差につながったかなと思いますので、そういったあたりを中心にね解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私後手番ですので、将棋王座の画面とは前後逆になります。先手7六歩、3四歩に2二角成と、いきなり角交換ですね。あまりねプロの間では、プロ棋士同士のね対局ではあまりない指し方ですけれども、でもねこれからまた見直されてくる可能性もあるような指し方ですね。というのも角を自分から交換するとね、今同銀となっていく局面なんですけども、これ一番分かりやすいですね。こう見ると自分から角交換するとね、手を損するんですよね。私後手番だったんですが、今一手を早くね銀が上がった形になっているので、これはね本当に以前からもうすごい古くから言われてることなんですけれども、角交換を自分からするとね手を損するからやめた方がいいよってね、昔はすごく強調されてた形ですね。ただね、なんでこれから増えてくるかもしれないというかというと、近年は手損よりもね形のバランスなどの方が大事にされる傾向になるので、今後ねこういう指し方が増えてくる可能性がね十分にあると思います。以前はやはり手損が大きいよって言われてたということですね。実際6八銀となりました。6二銀で6六歩と、角交換してもねいきなりどっかにね効果的なところにお互い打てるわけではないので、角の打ち込みに注意しながら序盤を進めるというのが一つ大事なことですね。8四歩、7八金、そうですね、これ一応やっておきますからね。角をここに打てそうなんですけどね、打ち込みに注意する。打ってしまう時に打つとね7七角と打たれて、これはね同角成同銀で失敗に終わります。打ち込んでもねうまくいきません。ですのでここはねちょっとした講座ですが、7八金とね先手もいずれねやっぱ打たれる傷が残って金は上がりました。で、8五歩とついて、さあこれでね銀をね7七銀と上がれば矢倉の格好ですが、6七銀とね雁木の形ですね。本当にもう近年こういう形は非常に増えてきましたね。雁木の部分的な形ですけどね、増えてきました。これで飛車座付きの歩交換が私の方としては権利になったんですが、ここでね私の方はこの飛車先の歩交換をねより得しようという、よりちょっとですけどね、ちょっとなんですけど得しようという思考で駒組みを進めていきます。それはどういうことかというのはねこの後出てくるんですが、6四歩と突きまして、5六歩に6三銀と。で先手の方はね、ここで飛車を回れば振り飛車なんですが、4八銀と上がったんでね、先手も居飛車がね暫定的に居飛車の形になりました。で7四歩、5七銀、そして7三桂と。で9六歩、9四歩と。私の方ね飛車先の交換をずっとしないんですが、この飛車先の交換をね受ける手っていうのはなかなか先手もやってこないんですよね。7七銀と上がって受けてこなかったですから、こうやっておいて6七銀と上がっておいて7七金と受けるってことはほぼ形が悪くなるのでないので、いつでも飛車先の交換ができるというのと、飛車先の歩交換をしながらね、この後出るんですけど、飛車をね8一まで引いちゃいたいんですね。桂馬を飛ぶ前に飛車先の歩交換をねすると、歩を打たれた時にね飛車がどうしても桂馬がいるんで深く引けないんですが、何をやってるかというとね、飛車先の歩交換もいる前に銀を上がって桂馬の頭を保護しといてからね、銀を上がって保護しといてから桂馬を飛んで、飛車を深く引こうっていうのが私の先ほど言ったねやりたかった、ちょっと得したいっていうのはそういうことだったわけですね。でそれに対して先手がこれで許さんという手がね来ました。4六銀と。これはね非常に積極的な手ですね。ゆっくり指すなら例えば5八金とかね、6九玉もそうですけれども、こういう手ならもうじっくりしてるんですけど、4六銀はもうこのチャンネルで再三言ってますけどね、銀が4段目に来る時ってのは気をつけた方がいいですね。銀が3段目までいいんですけど、4段目まで出てきた場合は攻めてくる可能性があると。で銀が出てきまして、4六に対して私はちょっとね銀が揺さぶってきそうなので3三銀とね一応警戒したわけですね。それに対して5五歩と。どうですかね、この4六銀と5五歩っていうのが、今までの指し手とねちょっと色合いが違って、少し積極的前向きな手っていうのはね感じられるかなと思います。で5五歩に対して私は6二金と上がって、6二金3三銀が少し相手の攻めに対して警戒してる手っていうのは雰囲気でお伝えできますかね。でここで5八飛車と。これでねついに何ですかね目に見えてきたと
でこの5八飛車に対して受けないでいると次4五銀とね出る手を狙ってるわけですね。4六銀5五歩5八飛車4五銀という形になれば中央をね狙う形が実現します。こうなってしまうとね5四歩と攻めてくる手が権利になりますから、少しこれは避けておきたいということで私の方は4四歩と4五銀を防いでおいたわけですね。で細かいところですけど、これ3三銀と上がってないとね4四歩と突くと4三角と打つ手がねできて、もうあっという間に桂と歩の両取りになって大失敗になっちゃいます。3三銀と上がっておいたことで角に対しては3二角と打てば同角成同金で何も手がないということで、あらかじめね相手がやってきそうな手をね早めにこう分かって警戒しておくと、こうなった時にねバタバタ、例えばこうなっててまずい銀出られちゃうってバタバタついて角打ってってなっちゃうことを避けれるということですね。攻めてきそうな時に早めにこう備えておけば守りやすいよっていう例です。で4四歩に対して、先手3六歩と、そして3二金と上がってね、私の方はねもう早くこの飛車先の歩交換してここに飛車引きたいんですけど、相手の方はね先手が攻めてきそうなのでねちょっと受けの手を指してるってことですね。でこうまでやられてみると先手もさすがにこれ以上攻めれないということで4八玉と、3五歩と来てもね同歩同銀に、3四歩と打ったって、これ以上攻めてこられることはないのでね、4八玉と、こっちに寄る手もあったと思うんですけどこっち側に囲ってきました。この4八玉を見てようやく8六歩とね、玉を動かす守りの手なので、今度は攻めの手がさせると、同歩同飛車8七歩に8一飛車とね、これがやりたかったんですよ。これがやりたかったんで銀とか桂のね活用を急いでたんですけどね。でこの形がね、非常に隙がないとされててね近年流行の形なんですね。はい。で8一飛車に対して、3八玉と、そして4二玉5九飛車、そして3一玉と、駒組みですね。一回こう中央が止まったことによってお互いに囲い合いの形になりました。で4八金1四歩1六歩、そして2二玉と、先手2六歩。さあ駒組みが一段落してね、私の方もある程度やりたい手をやった局面ですね。ここからはね私の方がどうね今度は攻めの形をどう作るかなんですけど、なかなかね実は難しいんですよね。この格好でねいきなり攻めていく、例えばこう突いても同歩同桂って言ってもね、待ってるところなんで歩打たれて桂馬のただのね、分身に終わっちゃうので、ですので実際4二銀と、これちょっとこういう手ってね皆様ちょっとね真似しにくいというかどういう意味なんだろうと思うと思うんですけど、これは狙いとしましては4三銀と雁木の形に組み直して、後手だけ指せば3三桂と飛んで4五歩とこの銀を追っ払っちゃうってことですよね。この銀を例えば引かせて、例えばね後手だけやれば4四角取って5四歩と突くとかね、こうなるかどうか分かりませんが4二銀と引くことでこの銀に場合によっては圧力をかけていくよという手を相手に見せた手になります。で4二銀に対して今度は先手がねどうするかってことです。将棋はお互いのね狙いがあるので、先手の方もね結構この後が難しいんですよね。もう形に組みましたけど、この3五歩っていうのは実際この後出てくるんですけど、ここはね結構やっぱり怖いところなんですね。王様の近くなんで行って王様がこちら側にいればもちろんやってみたい手なんですけど、王様が3八にいるのに玉頭の歩を突くのはねちょっと怖いと。一番無難な手は3七桂ですかね。こうやられるかなとは思ったんですけどね、3七桂と飛ぶと私は4三銀と上がって、またここで先手がどうするかってことですけどね。この後やっぱり3三桂から4五歩みたいな手があるので先手もね神経を使うかもしれません。実戦はここで7七桂と飛びました。この手も普通な手ですね。ただこの手は、例えば4三銀ですと8九飛車と回るような手を一応狙ってますかね。例えば3三桂、これもあったと思いますよ。これも先手後手は普通の手です。ただ8六歩とついて逆襲してくるとね、4五歩と3七銀、これもあったとは思うんですけどね。で4五8五歩と伸ばしてくるような感じ、一応これがやるかやらないか分からないですけど先手の方の狙い筋ですね。ただ私の方は実はこの7七桂をね、待ってたところがありまして、これねこの4二銀って手待ちの意味あって、ここの3七桂を咎めに行きます。4三角と、これは角交換型振り飛車に対して結構よく出てくる筋ですね。この角桂馬体の頭を狙う角打ち、持ち駒に歩がありますので次に7五歩同歩7六歩と打てば桂馬が取れます。で桂馬が取れてね、桂馬取れた後に、桂馬を飛べる手もありますし、もっと言うと8七角成とね破ることもできるので、自陣に角を打つっていうのはちょっとね
慣れてないとやりづらいですが、この場合はね狙いが結構分かりやすいんで、皆さんもね覚えやすいんではないかなと思います。で4三角に対してこのまま放っといてねこう突かれてしまうのがもう目に見えてるんですが、意外に先手は受けにくいです。例えばこの歩を突いても同歩と取られて、結局次突く手があるんですね。同歩に本譜似た感じになるんですけどね。ですので実戦はこの角をめがけて3五歩と突きました。先手だけの理想で言えば同歩同銀3四歩、例えば4四銀みたいな感じで打った角を狙えればね先手大成功になるんですが、もちろんこの3五歩はね手抜いて7五歩と応戦します。でこの3五歩がちょっと先ほども言ったんですけどね、王様の近くの歩の突きなので、実はこれ先手の方もリスクを抱えて、実際ねこの後この隙がね咎められる感じになっていきます。で7五歩に対して同歩ですと歩が打てるので6五歩とやはり手筋の応戦ですね。で同歩で、これでもまだ角が睨んでますね。こう歩を取っても歩を突けば結局同銀に歩を打てる格好になります。ですので二重に止めようということで5四歩と突いていきました。それに対して同銀、これねこの同銀結構味のいい手なんですよね。銀がこう上と下でちょっとこっちの銀の方が働き弱かったんですけど、突いてくれることでこう銀が対抗してねこう盛り上がれるということでね、この感じはすごく味のいい手ですね。で同銀とでこうなって、7五歩と戻したんですが、これ6六歩と、これ結構厳しい手ですね。角道は止まったと6六歩と突いて、実際は同銀だったんですが、銀をねこうかわせば桂馬は助かるかもしれませんが、場合によっては例えば4五銀みたいな手がありますかね。これ角を睨んで同銀はこっちの角金を取るとかね、銀をかわしとくっていうのが難しかったかもしれないですけどね。ただこれもちょっと辛い手ですかね。銀を5五銀とか4五銀とか出てくるような手があるので、実戦は同銀と取ったんですけど、これで7六歩という、狙いが実現しましたね。これでねはっきり、私の後手のねペースになりましたね。角は打たされてるんですけど、この角は遊ぶという感じも実はなくてね、いつでもこう銀が動けば使えますしね。実戦はこれで7四歩と切り合いに来ました。7七歩成、これに対してね同金や同銀ですと桂馬を逃げる手がありますので、同金の方がね大変だったかと思うんですけど、歩成で強くね攻め合いに来ました。ただこれはね一手早く私の方が金が取れて、金桂の取り合いなんですけれども、こう陣形にね差があるんですね。硬さにね、しかも手番、ここで6八と、これが吉通の一手ですよね。と金の位置がね同じ位置なんですけど王様の位置が違うのと飛車がこう狙われてしまうっていうのは痛いですね。これで実際は3九飛車と逃げたんですが、5七飛車ですともね6七金とベタッと打ってしまえば、これもね結構きつい手になりますね。実際は3九飛車と回ったんですが、この時にね、先ほど言った、この空いた空間がね弱点になるよって言ったのは、ここで3六桂がねこれ痛いですね。この歩がついてない方がね、これ結果論なんで別についた手が悪かったわけじゃないんですけど、ついてなきゃこれまだ、ね、こっちら桂馬打つような感じになるんですけど、この歩がついてたんでここに打てるのがね痛すぎますね。次2八に金打つ手があるんでね、王手飛車取りね、実際銀を引いて受けたんですけど、金をボロッと取りまして、同銀に5八とと金を使ってね、3七銀とかわしたんですが、ここでねもう最後に美味しいものを食べるわけじゃないですけど、飛車を成る手はねずっと取ってたんでね、6八の飛車成となって、はっきり局面は勝勢ですね。もう王様が硬くて、一方的に薄くしてますからね。ただ相手の方もねこれ1五歩というのは一番嫌な手で、横から攻めてたらねもう時間かかってしょうがないですね。こうね遠いんで一番先手玉に後手玉に響く手ですね。でそれに対して4九金とピタッと飛車を取りに行きます。で1四歩3九金同玉と、さあここね実戦で、振り返ってみてれば随分後手は楽勝じゃないかと思うかもしれませんけど、ここで最後の確認ですよね。現状王様はもう7枚、これ詰めばいいんですけど、この王様は詰ますのは結構大変ですね。詰ますのは詰みはなさそうです。で実際は2七金と打って必至をかけましたね。で、対局中はねもうとにかく言ったようにこう詰ますのもとっても将棋一番早い勝ちなんですけど、必至をかけてもうこれ受けがないですね。受けはなしにして自分の王様が詰まなければ次は絶対勝ちなので、そういう勝ち方ですね。怖ければもちろん1二歩のような感じで受けて手堅くさせてもあるところです。ただ
金を打ってね詰まないってことを読み切ればいいので、実際ね今日の金打ちでね後手玉にどうやら詰みはなかったようですね。ここにと金がいるんでね王様囲ってても結構怖い思いはします。実際ね1三金から入ってきました。3金3一玉と逃げて、しょうがないですね。2二金打ちと強引に攻めてきたんですけど、同金同金同玉と、さあそれで角金桂ですね。またこれを金を打つのは、王様を引けばこれは結構見た目で分かりやすいですかね。2二角に玉を寄れば、駒が足らないと。ですので相手の方ここで1三歩成と一工夫してきました。同香もあるとこですが、もう同桂ですっきり取ります。同桂で取ると怖いのは1四桂と実戦打たれた時、これがねちょっと怖いんですけどね。この時ねどこに逃げても詰まなそうなんですけど、慎重にねここは慎重に、例えば皆さん時間ね持ち時間がある時とかこういうとかねさっと指して投資してしまうのもったいないので、非常に最後の確認に時間をね使った方がいいですね。自分の手間が来れば詰まして勝ちなので、じっくり考えて3二玉と寄って、この局面でね相手の方の投了となりました。玉を寄ってまだ王手がかかる形です。角金桂を持ってますんでね、2二金や2一角といった王手があるんですが、2一角の場合は4一玉と引いてしまって、以下ね5二金同角同と王手は続くんですけどはっきり詰まない形です。2二金でも王様をこの場合上がる方がいいんですかね。上がれば桂馬も効いてますしね、王手が続かないということで詰みがなく投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたしました。ご覧いただいたようにね、そう局面どこをね捉えて指していけばいいのか難しいような将棋だったんですけれども、本局ね自陣角からで打開しまして、結果的にね駒得を果たすことができて押し切ったという内容でした。動画をね繰り返し見ていただいて皆様の対局のね参考になればなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。